皆さんこんばんは。週末モッドラボです。このチャンネルでは本来構想を現実にしていく過程をお届けしています。ですが今回は少し予定を変更して緊急ミッションです。現在2026年7月6日22時20分明日0時から Amazon プライムデーが始まります。空き家リノベ用の工具を揃えるならかなり重要なタイミングです。ただし全部買うと金額はかなり大きい。そこで今回は Amazon の現在の価格、キーパの過去価格、そして AI の判断を使って本当に今買うべき工具を整理していきます。緊急ミッション Amazon プライムデー工具調達会議開始いたします。まずは今回のミッションです。プライムデー直前に空き家リノベ用の工具をどこまで買うか、どこまで買うべきか整理します。次に Amazon の現在の価格とキーパで見た過去価格を確認します。表示価格だけで判断せず過去の値動きと比較します。まずは AI に工具リストをそのまま見せて評価してもらいます。この時点では一般的な DIY 目線での初期判断です。ここで自分の実際の状況を AI に追加で伝えます。シェアハウスか壁増作、施工時期までを踏まえて判断がどう変わるか見ていきます。さらに今回の物件には工作室があります。工具をなくさないためにゴエスト、定置、管理の観点で最終評価します。次になぜ廃校機で揃えるのかを整理します。マルチボルト、囚人、バッテリー管理まで含めて考えます。最後に最終的に購入した商品の紹介、そして次のミッションにつなげます。現在時刻が回って2026年7月6日23時44分です。まず前提として私は電動工具をほとんど持っていません。あるのはホームセンターで買った電動ドライバーだけです。簡単な DIY には非常に便利なツールでした。でもこれから空き家リノベや修繕にはトルクが全然足りない。つまり今回はすでに工具を持ってる人の買い足しではなく必要な主力工具をこれから揃えていくという判断になります。なので自分もこれから DIY を始めたい、電動工具をまだあまり持っていないという人にはかなり近い目線で見てもらえると思います。まずはインパクトやマルチツール、そして丸ノコや囚人機などの候補も含めてここから3つの判断軸で決めていきます。1つ目、7月の施工開始に間に合うか。2つ目、空き家リノベで本当に使うか。3つ目、キーパで見て今買う理由がある価格か。この3つを基準に買うもの、保留するもの、現場確認後に買うものを分けていきます。それではまず Amazon の現在の価格とキーパの過去価格を確認します。価格確認です。今回は Amazon の現在の価格とキーパを使って昨年のブラックフライデー期間の推定最安値を確認しました。なおキーパは Amazon の商品の価格履歴を見れるツールです。今の価格が本当に安いのか過去と比べて判断できます。今回は7月6日時点の価格と2025年ブラックフライデー期間の推定最安を比較しました。ブラックフライデー価格に近ければ今でも買いやすい。この差が大きければプライムデーで下がるか注目。この表を見るとインパクト、積み出し機、スライド丸ノコは値下げ余地が大きい。一方で囚人機や三脚はすでに過去最安値に近いという状況でした。ではこの価格情報をもとに AI の初期評価を見ていきます。1回目は一般的な DIY 目線の初期評価です。丸ノコ、インパクト、囚人機、マルチツール作業台は実践で使う可能性が高い工具として評価されました。一方で積み出し機は便利だけど初期段階ではまだ不要より、スライド丸ノコは高額なので最初の判断では AI からはロマン枠という評価でちょっとバカにされました。ただしこの後前提が変わります。今回の空き家はシェアハウス化予定で居室の壁増作が必要になってきます。しかも施工開始は7月予定。この条件を追加したことでスライド丸ノコの評価は変わっていきます。続いて2回目の AI 評価です。今回の空き家リノベはただの片付けや簡単な DIY ではありません。目的はシェアハウス化です。つまり下地を組んで位置を出して材料を切って固定していく作業が出てきます。さらに施工開始は遅くとも7月予定。次の Amazon の大型セールは12月。ここまで伝えると AI の判断が変わりました。最初は後回し候補だった積み出し機は壁増作の精度を出すために評価アップ。スライド丸ノコも同じ長さの材料を何本も正確に切るならただのロマン枠ではなくなります。さっきまで AI にそれロマン枠じゃないですかと言われていたスライド丸ノコですが
が壁造作という前提を入れたことで購入候補に昇格しました。ここでのポイントは、工具の評価は単体では決まらないということです。何を作るのか、いつ施工するのか、どれぐらいの量を作業するのか、その前提によって必要な工具は変わります。こちらが最終評価になります。今回の物件には工作室があります。ここを週末モッドラボの作業基地にする予定なんですが、それを考えると工具カートはただの移動用ではなく、工具をなくさないための定置管理装備になります。私は多分、いや絶対にメジャー、ビット、替え刃、バッテリーみたいな小物はすぐなくします。だから最初から 5S で置き場所を決めて運用したいと考えています。ちなみに 5S とは作業場を使いやすくするための基本です。必要なものを選び、置き場所を決め、使ったら戻す。これだけでも工具を探す時間がかなり減ります。今回は工具カートでこの 5S を実践していきます。この前提を説明したことで AI の評価は上がったものの、ただ残念ながら今回の工具カートは評価数も少なくセール対象ではないので、購入は保留としました。必要性は高いけど、商品選定はもう少し考えたいと思います。次に電動工具メーカーをどう揃えるかです。電動工具はマキタか廃工機かよく比較されます。正直どちらも強いですが、ただ今回は廃工機で揃えることにしました。理由はバッテリー管理をシンプルにしたかったからです。丸ノコ、インパクト、マルチツール、スライド丸ノコを使うので、バッテリーや充電器がバラバラになると管理が面倒です。今回はスターターキットで2個、インパクト付属で1個、合計3個の純正バッテリー体制でスタートします。使用中、予備、充電中、この3つで回して足りなければ純正の4個目を追加します。互換バッテリーは安全面を考えて今回は使用しません。そうこうしてる間に日付も変わり、いよいよセールスタートです。日付が変わったタイミングで価格が変わるかどうか初めて見てみたんですが、きっちり0時回ったら安くなってました。それでは今回の購入結果報告です。丸ノコは合板や木材をまっすぐ切るための主力工具です。ただ簡単な DIY なら最初から必須ではありません。木材カットサービスや手ノコでも代用できます。インパクトドライバーは DIY を始めるならかなりおすすめです。ビス打ちが一気に楽になるので、一般 DIY ヤーでも最初の1台として使いやすい工具です。集塵機は木くずや粉塵を減らすために購入しました。普通の DIY ヤーなら掃除機や屋外作業でも対応できますが、室内で切断作業が多い方にはあると安心です。墨出し機は平行や垂直の線を出す道具です。棚付けや壁造作には便利ですが、普通の DIY ヤーならまず水平器やメジャーで十分だと思います。作業台はかなりおすすめです。切る、組み立てる、仮置きする、全部やりやすくなります。安ければ一般 DIY ヤーにもかなりありです。マルチツールは細かい切断や狭い場所の加工に便利です。最初の1台というよりはインパクトの次にあると DIY の幅が広がるツールです。スライド丸ノコは一般 DIY ヤーには正直オーバースペック寄りです。同じ長さの材料を大量に正確に切るなら便利ですが、普通の DIY なら丸ノコやホームセンターのカットサービスで十分だと思います。廃工機で工具を揃えるならバッテリーと充電器のセットは必要です。ただ一般 DIY なら最初はバッテリー 1,2 個でも十分だと思います。一般的な DIY ならまずはインパクトドライバー、次に作業台、必要に応じてマルチツールっていうのがおすすめだと思います。丸ノコ集塵機、墨出し機、スライド丸ノコは作業内容が大きくなってからで十分だと思います。今回私は空き家リノベ前提なのでかなり重めの装備にしています。続いて今回購入を見送ったのは集塵機用の延長ホースと工具カートです。どちらも現場感を確認して購入を検討します。というわけで今回最終的に購入したのは全部で9点です。合計金額は35万飛んで183円。高い、非常に高いです。ただ今回は勢いで買ったというよりは7月からの施工開始、壁造作、バッテリー運用、作業効率まで考えて必要性の高いものを優先しました。一方で集塵機用ホースと工具カートは今回見送り、必要性がまだ読めないものやセールの旨味が少ないものは無理に買いませんでした。一般的な DIY ならここまで揃える必要はないと思います。まずはインパクト、作業台、必要ならマルチツール、それくらいからで十分かと思います。今回私は空き家リノベを始めるための初期装備として主力工具を一気に揃える決断をしました。次回は届いた工具を開封して週末モッドラボ作業基地を立ち上げていきたいと思います。それではまた次の動画で。